皆さんこんにちは、ランタムです。こちらは僕のグローバルチャンプなんですけども、いろいろとね、古い車なんで不具合があったりね、わからない点があったりしたんですよね。で、ももさんにその点を聞いてみましたら、こちらをね、デルタリンク倉敷さんの方をね、紹介していただいて、こちらでこの車のことをね、教えていただけることになりましたんで、今回はね、デルタリンク倉敷店さんの方で古いキャンピングカーをね、変える問題点と解決方法等にね、ついてお話の方を伺ってみたいというふうに思います。はい。ということで、ね、今回お話伺うのがデルタリンク倉敷店さんの取締役兼店長さんの瀬川さんです。ももさんに困ったところを聞いたところ、瀬川さんを紹介していただいて今回ねお話ちょっと伺わせていただくことになりました。で、もうね早速なんですけども、こちらの車は24年落ちの車で、いろんなちょっと不具合があるんですよね。で、中古のキャンピングカーを購入検討されている方もいると思うんですけども、そういった方に向けてこういった状況になるものは直せる直せないだったりとか、どういう風なポイントがあるかとか、あと不具合のね直し方とちょっと教えてもらえたと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、実は早速お話を伺おうと思ったんですけども、その前に瀬川さんの方がもうねパパッといろんなところをね触っていただいてから、いくつかの問題すでに解決してるんですよね。ですね、すごく技術力のある方でから驚いてるんですけども、分かってることも踏まえた上でちょっと教えてください。でね、質問事項はねたくさん考えてきてるんですけども、もう順番バラバラでね質問させていただけたらと思います。はい。ということで、まずなんですけども、ガスの出し方がわからないんですよね。で、このねガスの出し方について聞きましたら、もうねすぐ対応してくれてから使えるようにしてもらったんですけども、とりあえずちょっとお話使い方を教えてください。鍵は開いてました。はい。こちらはガス元栓になるんですが、こちらもう本当軽く緩めていただくだけで結構です。はい。これでガスは室内に行くという形になります。もうこれだけで OK なんです。 OK です。はい。ただ室内の機器ガスの機器を使う場合には、このお車は安全装置のその電磁バルブと、あとガスの警報器が一緒になった電磁バルブがついています。こちらの方をオンにする必要があるので、こちらがそうですね。でこんなところに、そうですね、これをオンにしてあげる。でこれで今カチッと音がしましたけど、これで電磁バルブがオープンになったっていう形になります。はい、はい。でここで初めてガスが使えるようになります。でガスで使える、製品としてはコンロ、はい、で冷蔵庫、はい、であと FF ヒーターですね。こちらですね。そうですね。まずはコンロからなんですが、今もうガスが通じた状態なので、炎を大きい位置に合わせてこれを押し込みます。で押し込んだ状態でイグナイターをオンにします。そうすると着火すると。で、熱が、伝わるまでは押しっぱなしにしておいてください。で2、3秒でいいんで、熱が伝わればガスが連続して出るようになりますので、はい、はい。でここで調整はできますので、ちっちゃい炎をこう、はい。で隣もそうですね。もうついてしまえば早いんですけど、すごい。はい。オフはもうオフまで持っていっていただければ。はい。で音のうるさい換気扇ですけど、はい、必ず換気扇を回していただいて、でちょっとうるさいですけど、はい。ありがとうございます。ちなみに僕の動画を見てもらってたみたいで換気扇の音がうるさいっていう部分はもう分かってもらってるんで、ありがとうございます。で、ついでにじゃあ冷蔵庫もガスで使えるんですね。そうですね。今もちろんそのバッテリーをイグナイターで使えますんで、ここにガスの炎があります。でガスの炎がチカチカと、はい、これがイグナイターになります。で、これで炎を先ほどのコンロと一緒ですね、大きい位置まで持ってきていただいて、これを押し込む。そうするとつきます。押し込んだ状態で離すと、ついてれば、イグナイターの炎も消えます。はい、はい、はい。でその点検をするのに、この奥の方ですね、こちらの方に、今のやつはあんまりもうついてないですけど、古いやつはここにね炎が見えるようになりますので、ちょっと画像では撮りにくいです。そうです。これではちょっと撮りにくいんですけども、ついてることはねさっき確認しました。はい。冷蔵庫はガスで冷やすこともできますし、あと100ボルトで冷やすこともできますし、あと走行中に、バッテリーで冷やすこともできます。はい。ちなみにそこの青いランプは何なんですかね。これは多分ですけど、まだちょっと確認してないですけど、はい、後ろの排熱の、させる強制ファンになりますね。
なるほど、おそらくファンをつけてるんだと思う。おそらくそうだと思います。はい。ありがとうございます。はい。で、ヒーターの使い方もちょっと押してもらいましょこれガスの、アドウッドっていうメーカーのヒーター、ガスヒーターになります。で、はいこれもまあ FF ヒーターになるんですが、ここにスイッチがあるので、これをオンにして、はいで温度設定をまあ一番最初は最大にしてください。う。はい。で風が出て着火した状態で室内が暖かくなってきてから温度調整をしてください。あ、ははいい。これはもう何かそのカチカチランプがついたりとかはなくて、あ、でも音がしちゃいましたね。そうですね、音がしっかりしますので。下からね、音がし始めました。おお。あ、熱い風がね出始めました。で、ガスのね匂いとか全然しないです。おお、すごい。バッチリです。ちなみにこちらにもねあるんで、この辺をね全体を温めてくれるようになってます。すごいです。で毛布はそのままこのオフにしていただければ大丈夫です。はい。はい。まあ念のため、温度設定も下にしてください。はい。ありがとうございます。はい、じゃあね、次はね、換気扇のね、ファンのことを聞いてみたいと思うんですけども、こちらの音が結構大きいんですよね。で、これはその小さくすることができるのかとか、その交換できるのかとかということをちょっとお伺いしてみたいんですけども。小さくすることはもう不可能だと思います。でもうモーターの音なので、違うものに交換する、これはまあできないことではないとは思うんですが、はい、ここに同じものってなかなか難しいかもしれないので、この辺につけるとか、いう形かもしれないですけど、ただ先ほどソーラーパネル増設とかっていう形であれば、ここのスペースも使っちゃうので、私だったら我慢してこれを使うかなと思いますけどね。はい、なるほどです。了解です。はい、僕もこれはね、我慢した方がいいんじゃないかなというふうに思ったんで、ありがとうございます。はい、で、ファンつながりなんですけども、このなんだトイレの上のファンがすごくうるさいんですけども、はい、こちらは音小さくすることできるんでしょうか？これはね、うるさいです。確かにこんな音してますけど、これね、この中にあるプロペラの部分、羽の部分がね、全部砕けちゃってます。羽が砕けてる。はい。で今モーターが回ってる音です。あ、羽がないんですかこれ？そうですね。換気だけしてるという形かなと思います。はい。あ、じゃあこのガラガラしてる音っていうのは、はい、もうそもそも論で換気も何もしなかった音っていう。そうですね。はい。モーターの音ですね。はい、でちなみにこれはその交換とか修理とかできるんでしょうか？もちろん交換は、似たような形のもので、交換する、もしくはもうちょっと大きく穴を開けて、違うもののファンにする。でちょっと暗いのでライト付きのファンにするとまた使い勝手がいいのかなっていうのはありますね。ありがとうございます。はい、とりあえず羽がないのはびっくりしました。でシャワールームつながりでちょっと申し訳ないんですけども、実はですねこちらの水が出ないことの問題があったんですよね。でなんですけども実はね、今先ほどその話を簡単にしましたら、もうめちゃくちゃ頑張ってもらって、もうすでにね水が出るようになってまして、結局あれは線が固着してたっていうか。そうですね、このノブが固着してたっていうことになるんですね。これが本来こう手前に出て初めて水が出るようになるんですが、はい、こんな風になるんですけど、これが固着してたで、止まってたっていうことですね。はい、あ、シャワーにもなるんですね、先っちょ。ああ、なるほど。でついでなんですけども、もうねこの話しようと思うんですけども、僕ねこの車にボイラーはついているんですかっていうお話も伺おうと思ったんですよね。でちょっと聞いてみましたところ、どうでしたっけ？ボイラーは過去にはついてました。過去にはついてる、スイッチはあるんですけど、はい、実際にはものはついてないですね。ついてないって取り外しされてます。ボイラーのスイッチなんですけど全く反応してませんので、おそらくその後ろの最後部、背面から見た下のところに、この下ですね、はい、シンクの下ですね、これ、ボイラーがあったんだと思いますけど、今は取り外されて、収納庫になってましたんで、それはもう、あれはもともと収納庫ではなかったということです。ちなみになんですけども、ボイラーというのは後付けとかできるんでしょうか？ボイラーは後付けはできます。もちろん、はい、できます。今は瞬間湯沸かし器のボイラーとかいうのもありますし、簡単にやるんであればポータブルボイラーっていうのも、販売されてますんで、はい、比較的そっちの方が安かったりはしますけどね。ただ換気とかその辺を考えると、要はビルトインの方の、ボイラーの方が、安全っちゃ安全かもしれないですね。中で使おうと思うとさすがに換気がなかなか難しいとは思うので。ああ、なるほど。はい、持ち込みになっちゃうんですね、どうしても。そうですね。はい、
まあまあしっかり換気して、ね、例えば、トイレで使う場合、このシャワールームで使う場合、この下にここに換気をさせて、要は窓がここについてますからね、で上の換気扇をしっかりいいものにしてあげて、換気しながらっていう形であれば、使えるかもしれないですね。ありがとうございます。で、あともう一つね、トイレつながりなんですけども、これトイレのお水が流れないんです。で、僕はその電動モーター付きだと思ったんですけども、確かに電動モーター付きになって、これは、押すとプレスって書いてますので、プレス押すと、水が通常だと出るような形になります。で、ここにスライドのシャッターがあって、水を落とせるようになってるんですが、ここの部分は動いてるんですが、モーターが全く動いてません。で、先ほど見ると、おそらくですけど、この中に水ポンプが入ってるので、この水ポンプが壊れちゃってると思います。あ、なるほど。この中に入ってますので。あ、わかりました。じゃあこれはちょっとじゃあそのなんか交換パーツ見てから探して、そうです、修理っていう格好もできるという。できます、できます。専用品じゃなくてもね、本当ポリタンクの水でも、代用は可能だと思います。ただ接続がちょっと難しいかもしれないので、まあ専用品が良かったりはしますけどね。はい。あ、いうことは修理可能ということですね。できます。ありがとうございます。で、それでトイレつながりなんですけども、トイレの汚水タンクっていうのがありますよね。はい、あれを使用した場合に、どれぐらいの日数溜めてても大丈夫というか。基本的には使う時に消臭剤だとか、要は、まあ、薬品を使うんですけど、そういうものであれば多少長期に、まあ、1、2週間程度、貯めといても大丈夫なんですけど、基本的にはもう使って帰って、そのままトイレに捨てるっていうのが基本っちゃ基本ですね。っていうのが、中、きれいに拡散されて、した状態で掃除もしやすいので、一回一回って、2、3日出て帰ってきて、それで、捨てていただくのが一番理想かなとは思いますね。ということは週末1回車中泊したときにもうその、帰ってきたらすぐ洗うぐらいの方がいいということですね。汚れも落としやすいと思いますのでね、その方がね。わかりました。ありがとうございます。はい。で、続いてなんですけども、この天井のマックスファンなんですけども、こちら側のファンがえらくうるさくて、しかも排気があんまりされないんですよね。で、これは改善というか、そういったことは可能なのかなと思いまして、教えてほしいんですけども。まあ確かに音うるさいですね。羽がちっちゃいですからね。で、もともとこれ用のファンではなさそうな感じなので、これパソコン用のファンですよね。多分それを、ボルト数あったものを、使ってると思うんですね。だから自然換気だけのものにこのファンをつけてるっていう形なので、これをさらにそのグレードアップさせようと思うと、今、ルーフベントカバーってこの、ルーフベントの上にまたカバーが、なってるんですが、今一体もののマックスファンっていうのがありまして、そういうものであれば給排気が、できたりはするので、もう思い切ってちょっとお高めですけど、交換されるっていうのが一番いいのかなと思います、使い勝手としてはね。なるほど。じゃあこのものから最新版のものに取り付け交換可能という。そうですね。ちなみにライトがついたりもするんですかね。ですね、ライト付きっていうのはもう、マックス1にはライトがないので、このマックス1にさらにシェードっていうのがあるんですけど、シェードに、ランプ付きっていうのはございます。ただこれをメインの照明として考えるよりは、こちらの照明を、もっと明るいものに変えた方が、効率っていうか明るさでいうとこっちの方がいいのかなとは思いますけどね。わかりました。ありがとうございます。で、お次はちょっと壁紙について聞きたいんですけども、この車、いろんな改良された跡があって、そこを見てたら壁紙破けちゃったんですよね。で、この部分を直すときにはやっぱし家具とかその壁とか全部外さないと壁紙の修理はできないんですかね。まあ外せばそれは一番綺麗に仕上がるんでしょうけど、多分すごく大変な作業になってくるので、もうこういう場合には、この手のものを一旦外せるものを外して、これを、壁紙をカットして、必要なところだけをカットして、その上に貼っていくっていう形の方がいいのかなと思います。これはじゃあそのプロの壁紙屋さんとか家の方がいらっしゃいますよね。ああいった方にお願いするのも手かなという。手ですね。それはもちろんそういう風にしていただければ一番綺麗に上がると思いますけどね。なるほど。検討してみます。ありがとうございます。で、こちらの車両について、後ろにエアコンの風の出口があるみたいなんですけども、下の方も、これエアコンの冷たい風っていうのは出るんでしょうか。ですね、これは冷たい風は今、実際に出てますね。出てます。
はい。まあ、一応風の強さと、要はリアのエアコンのスイッチですけど、こちらにありますね。でオフのローのハイと、2段階の、調整ができると。もう一操作あるんですが、はい、冬場は、これを引っ張っていただくと。引っ張ったらヒーター。はい。フルオンヒートになりますので、はい、でこの状態だと暖かい空気しか出ないので、これを夏場は押し込んでいただいて、ラジエーターの水を止めるっていう形になりますので、ああ、なるほど、はい、そしたらその適度に涼しい風が出てくるだろうという。そういうことになります。に本体はこの下に本体が、はい、ございまして、先ほどのレバーはここを動かすという形です、ね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、ここで、なんか動いてますね。レバーで要は配管を冷却水を止めるか止めないかっていう形です。なるほど。涼しいのはちょっと漏れてるんで、涼しいのも大丈夫です。だいぶ涼しいが出ています。よかった。ありがとうございます。で、続いてなんですけども、このシートの下からなんか深夜にファンが回ってるような音がして、僕もそんな話はないだろうと思ったら、深夜の3時頃に確かに回ってたんです。で、これは何かなと思って。おそらくですけど、FF ヒーター、ガスの FF ヒーターがついております。はい。で、先ほど乗ってこられた時に、私が見た時にすでに FF ヒーターのスイッチがオンになってたんですね。はい。はい。で、これオンになってても一番低いところに温度設定10度にしてれば、だから真夜中に例えば、温度が下がった時にオンになった可能性があるんですね。でも着火するまで、要はせずに、要はファンが回って止まったと思われます。でもう一つ言うと、ここに充電器があるんですが、充電器のこれも音がするんですけど、ただ外部電源がつながってなければ音がすることがないので、おそらく犯人はこいつじゃないかなと思います。FF ヒーター。そうですね。なるほどです。僕はね、ガスが使えなかったら、あそこオンにしても意味がないんだと思ったんですけども、そんなことではないんですね。ではないですね。これはもうバッテリーがある限り絶対動きますので、だから通常はこのオフの位置に持ってくるという形にしてれば、もうまず動くことがありませんので、はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、車内の質問はちょっとこれぐらいなんで、次はもう一遍お外の方よろしくお願いします。はい、で次は、外部シャワーちょっとひねってみたら、弱かったんですけども、これはそのなんかモーターと交換したら勢いが良くなったりするんですかね。モーターって言っても、水はすべてシャワーもシンクもこの外部シャワーも同じポンプを使ってるので、ただ先ほどちらっと見た感じでは、ここにオンオフのバルブがあるんですね。こちらの方が、おそらくですけどオフになってた状態で、オンにするとこんな感じで、なるほど、勢いありますね。ありますあります。なるほど。こんな感じでできますんで、ここのスイッチですね。ちょっと止まり、全てが止まるわけじゃないです。これは圧力を逃がすためにちょっとずつ出ますんで、こういうことになりますんで。わかりました。ありがとうございます。問題解決ですね。ちなみにボイラーがないからお湯の方を回してもお湯は出ない。水を回しても水、お湯を回しても水しか出ない。ありがとうございます。じゃあここのこれはボイラーの違う、それじゃない。違うんですか。それが冷蔵庫の、はい要は下、ここに燃焼室があります。ここに燃焼室があって、ガスの燃焼のガスがここから出てくる。ネジ1本で外れる。これがそうなんですね。先ほどのその青いスイッチを回すと、回りました。なるほど。夏場にその冷えが悪くなる、そういう時に、ここの空気をできるだけ外に出して、ここの、熱交換をうまくさせるためにこのファンをつけてるんですね。なるほど。多少は変わりますね。多少は変わる。ただ基本的にさっき言ったように、そこの、火口とかその辺の、汚れがあると、やはり冷えは極端に悪くなります。夏場は特にですけど、冬は冷えてても、夏場が冷えないっていうのはよくあることです。これはもう仕方がない。多少動かしてればいいし、もちろんその掃除とかすれば改善されることもあります。ただ古いやつはもうそれでも改善されないこともあるので、その時はもう諦めるしかないかもしれないです。なるほどです。ありがとうございます。
で、お次は今ソーラーパネルは100ワットと何十ワットか載ってるんですけども、もっと大きいものが載せたいんです、で増設は可能かっていうのと、どんな方法があるかというのをちょっと教えてほしいんですけども、で、パネルを増設しようと思った場合には、今ここに100ワットぐらいのものと、そこに何十ワットかわからないものがついてると思うんですけども、増設は可能でしょうかね。これは新たにっていう、こっちが先につけておいて、さらにこっちが増設したんだと思いますけど、はい、ちょっと100ワット、ちょっともうちょっとあるから、150ぐらいありそうな感じです、あ、でどういうつなぎ方をしてるかわかんないですけど、これがね、別系統で入ってるんですよね。だから、なんとも言い難いですけど、同じものを仮に増設しようと思うと、もうここしかないんですよね、おそらく。はい、そこにスペースが、一番前でもいいっちゃいいんですけど、窓の前側にもまだスペースがあるので、同じものであればその前側に持ってってもいいかなと思います。そうした場合に固定方法なんていうのはどんな感じなんでしょうかね。いや、もうこのまんまでいいとは思うんですけど、これ Z 型の金具を使ってるんですね。 Zですね。あ、はいはいはい。で Z 型の金具で要はそのパネルを、固定してるんで、屋根にこれおそらくですけどコーキングと、ビスで留めてます。でビスはもうあくまでも補助的なもので、このもう接着コーキングの接着だけで留めてるっていう形なので、これでこういう留め方で大丈夫です。大丈夫なんですか。大丈夫です。へえ。雨漏れ注意せないかんので、頭にも全部こうやってコーキング入れてますけど、これで、雨漏れすることはないですから。はい。でさらにはもう接着されてるので、これが走行中に外れることはまずありません。ちなみにこれ僕がはい。自分でやろうと思った場合もこうやってこんな感じで止めても大丈夫っぽい。大丈夫です。大丈夫。ポイントはこの接着面をちゃんときれいにするっていうことですね。はい。脱脂してきれいにするっていう形、です。だいぶ。ここはただ同じものはもうスペース的に無理なので、そうする場合にはちょっと一旦グッと上げる方法もありますけど、これをこのまんまここに入れちゃうと上がって向こうに行けないですから。ここにパネルがあるとこの上に乗るわけにいかないので、だからもうここはここで残しておいて、つけるんだったらやっぱ前しかないかもしれないですね。わかりました。これはもしかしたらいらないかなと。じゃあついでにちょっとこちらも聞いてみたいんですけども、ここってどれぐらいの重さのものを乗せても大丈夫なんです？ですね、基本的には取り付け方が問題なければ耐荷重50キロです。ただ、50キロっていうのは静止荷重だったと思うので、これ動いてて重たいものが例えば50キロ乗せて50キロが走ってる状態であれば、それ以上がかかっちゃうので、そうするともげちゃったり、形にはなる。じゃあ電動アシスト自転車十数キロあるもの、全然大丈夫。それは大丈夫。私がこれ乗っても本当だ。ちなみにここにその収納ボックスなんかをつけることも可能なんですかね。ただ安全のためにね、確実に先ほどの自転車じゃないですけど、ロープをかけるだとか、落ちないような対策っていうのは必ず必要になってきます。それだけです。わかりました。ここにはサブバッテリーがついてるんですけども、容量等を増やしたりとかリン酸鉄に変えたりとかすることは可能なのかなっていうのがちょっと知りたいんですけども。でですね、今ついてるのが100アンペアの、鉛バッテリーが1個ございますね。100アンペアですね。はい、そうですね。でこの場所に、もう1個増設しようと思うとすごく大変な作業にはなってくるんですが、なんとかスペース的にはありそうですけど、無理にここに取り付ける必要はないかなとは思いますけど、どうなのかな。増設はちょっとスペース的に難しいかもしれないですね。大きい改造をすればエアコンのパイプで、さらには冷却水のタンク、サブタンク、この辺があるので、これの移設とかっていう形になってくると、もうちょっと素人さんっていうかプロでもちょっと厳しいの状況なので、できないことはないんですけど、ここじゃなく他を探してそこに増設するっていう形かなとは思いますね。ちなみにそのリン酸鉄に、交換した場合には、充電器とかそこら辺も交換する必要があるんですかね。リチウムイオンのバッテリーに変えられる場合には走行充電器、100ボルト充電器、必ずそれ用のっていう形、取っていただかないとまずいと思います。わかりました。ありがとうございます。
で、最後なんですけども、中古キャンピングカーを買った上での1個の問題として、窓ガラスの曇りに関して、二重窓だと思うんですけども、内側が曇ってるんですよね。できればなんとかしたいなと思ってるんですけども、これ、なんとかする方法っていうのはあるんでしょうか。昔はありました、確かにね、ガラス屋さんにお願いすると、これを外して持っていけばなんとかやってた、そういう時代もあったので、ただ最近やってるかどうか、もうこの窓自体が、もう、売られてるものではなさそうなので、なかなかそんな技術のある方があるかどうかはもう調べないとわからないですね。で先ほどちょっと聞いてみたんですけど、明日見て来られるらしいんですけど、できるかどうか、その判断はそこでできるかなとは思います。あ、本当ですか。今はもうそんな技術がないんで、基本的にはできないと思った方がいいかもしれないです。そうすると、今風っていうか、今時のそのアクリル窓だとか、そういうものに交換するっていうのも一つの手かなと思います。なるほど。ちなみにアクリル窓に交換しようと思った場合には、費用的なものはどれぐらいかかるとかっていうのはあるんですかね。ゲで10万ぐらいはかかるでしょうね。一つの窓で10万円ぐらい。ゲでですね。この大きさなのでもうちょっと高いと思いますけどね。あともちろんこの大きさの全く同じものっていうのはないので、これより若干大きめのものをカットして、で中の細工がどうなるか、その辺も含めてですよね。網戸をつけるかどうかとか網戸はね、大体ついてはくるっていうか、それをつけないと多分使えないはずなので、シェードと網戸っていう形で、なんかありますね。こうやって上下するやつ。ああいうものをつけていただければ、いいんだろうけど、もうこのサイズが、うまいドンピシャのサイズがあればですね、日本に入ってくるんですね。もしなければまた海外から寄せてっていう話になってくると、もう3ヶ月とか、かかる場合は、多々ありますので。個人的にはね、この20窓気に入ってるんで、もし可能であればね、20窓、修理の方向でね、行きたいと思ってますので、もしよろしかったら切符を待ってますので、また連絡入れます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、僕がね聞きたかったのはここまでではあったんですけども、実は最後に1個ですね、この車水のテストをしてたら、汚水じゃなくて普通の排水の方がね、なんかおもらししてたんですよね。で、これなんでなのかなと思って、これは閉まってたのにおもらししたんですかね。もちろんこれが開いた状態で、今先ほどはこういうふうに閉まってた状態で、おもらししてるということは、ここにバルブがあって、そこにパッキンがいます。パッキンがダメになっていると思います。イコールパッキンとこのバルブが一体になっているものなので、基本的にはこのバルブを交換しないと、その水は止まらないです。あ、本当ですか。はい、じゃあ、これに関してはじゃあ僕が直せるようなもんではないんで、もうできたらお願いするような方が。そうですね、おそらくそうだと思います。お水は中で使いたいんで、垂れ流しているのもねあれなんで、こちらね、修正の方お願いしたいなというふうに思います。はい、ということで、今回はねグローバルチャンプの方をデルタリンクさんの方でねちょっと見てもらったんですけども、いかがだったでしょうか。わからないねところが全て分かって、あと瀬川さんのおかげでねいくつかの点がもう改善させたんで、ちょっとね本当にね寄らせてもらってよかったなというふうに思います。ちなみにダイレクトカーツさんで買った車をここで見てもらえるっていうのはすごく稀なお話で、というのがダイレクトカーツさんはグループ企業なんで、グループ企業の車はちょっと見てあげますよというふうなお話で今やらせてもらってますんで、その辺でね買った車、はい、壊れたから持ってきて見てみてっていうことはねできないと思いますんで、皆様はその点のみご了承ください。はい、こんな感じですかね。じゃあ今回ね本当に瀬川さんありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。 OK です。